全世界に衝撃を与えたアメリカ大統領の暗殺事件をあなたは知っていますか？ 1960 年のアメリカ大統領選挙で大統領に就任したジョン・ F ・ケネディ。当時43歳の彼は選挙で選ばれた大統領としては最も若い人物でした。そしてそんな若く爽やかなケネディは賛否はあるものの、現在でもアメリカの好きな大統領ランキングで上位に入っているんです。それほど人望が厚く、アメリカの今後を担うことを大きく期待された大統領だったケネディ。しかし彼の名前を聞いた時に連想されるのは輝かしい功績ではなく、ある事件ではないでしょうか。なんとアメリカを背負ったこの若き大統領は車でのパレードの最中に射殺されてしまったんです。若きカリスマジョン・ F ・ケネディ大統領、彼はなぜ銃弾に倒れてしまったのか。そこには今なお語り継がれる巨大な疑惑が存在していたんです。おさす、みんなの好きなホラー映画教えて、ケンちゃんです。ムカデ人間、ヤミヤミコです。本日ご紹介するのはですね、全世界を震撼させたジョン・ F ・ケネディ暗殺事件なんです。この事件に関してはですね、様々な憶測、疑念が渦巻いているんです。この事件自体ね、かなり有名なんで皆さんもね、知ってる方多いと思うんですけどね、ちょっと我々なりにね、深掘りしているのでね、ぜひね、最後までご覧いただければと思います。滑舌悪い？パレードと銃声。遡ること60年前の1963年11月22日、アメリカテキサス州。この日、ケネディ大統領夫妻はテキサス州北部にある都市ダラスのダラスラブフィールド空港に降り立っていました。ダラスまで来た目的は次の選挙戦のため。ここテキサス州の票を固めると選挙を有利に進められるので演説に赴いたんです。車に乗って国民に手振るってやつでしょ。そうなんですよ。やっぱりね、現役のね、大統領がね、来るっていうのはね、インパクトもね、大きかったみたいなんですよね。空港に到着して間もなくの11時50分、ケネディ一行はパレード用のリムジンに乗車、空港を出発します。このケネディ一行というのはですね、ケネディ夫妻とテキサス州知事のコナリー夫妻、そしてあとは護衛のね、SP とかのことなんです。この日のダラスは気持ちのいい快晴。そのため出発の際に車に防弾カバーをつけることを警察に提案されても、見に来た人からよく見えるようにカバーはつけずに出発するんです。空港を出発したリムジンは昼食会が予定されていたダラストレードセンターというビルへ向かい、ダラス市内を走ります。もちろん沿道の人々に十分にアピールができるように時速 16km ほどのゆっくりとしたスピードで進んでいたんです。そして当然走るのはケネディの乗るリムジンだけではありません。前後を SP の車に挟まれ、周囲には白バイも走行。大統領と大統領夫人のジャクリーンに何かあってはいけないと万全の体制をとっていました。テキサスの人々の歓声、そして時には批判的なメッセージを掲げた人の声の中、パレードは進みます。これなんか残念ながらみんな大歓迎ってわけじゃなかったのね、これね。そういうことなんですよね。どの時代のね、どの大統領にもね、反対派っていうのはいたんです。影響力が高まれば高まるほど、それに比例して、いわゆるアンチみたいなね、人も増えてくるんです。何事もなくパレードが進んでいる中でした。突如、一人の男がリムジンの前に飛び出してきたんです。突如現れた謎の男。しかし、無事 SP に取り押さえられます。大統領を守る SP たち。当然、相当に優秀な男たちが集められていたんです。ちゃんとしてるじゃん。こんなこともありつつね、大統領のね、パレードはね、歓迎ムードで進んではいたんです。そして、開始から40分ほど経った頃、パレードはここまで進んでいたメインの大通りを右折。間もなく左折し、2車線に挟まったエルム通りに入ります。そして、そのままエルム通りを20メートルほど走行。教科書倉庫ビルという建物の前に差し掛かります。大統領に歓喜する人々。それに応えようと手を振るケネディ。それを受けてさらに湧く観衆。そして、次の瞬間。突然の破裂音。何があったのか観衆はざわつき始めます。同時にリムジンの人々は一斉に音がした右を向きます。しかしその中でたった一人様子がおかしい人物が。ケネディ大統領だけが喉を押さえて苦しそうな表情。それを覗き込むジャクリーン夫人。そして次の瞬間、銃弾がケネディの右側の頭部を貫通。直後 SP のクリントが車に飛び乗り病院へ向かうことを指示。リムジンは猛スピードで病院へと向かいます。しかし頭部に銃弾が当たったケネディは即死。人々の目の前で大統領が銃弾に倒れたということもあって、先ほどまでの華やかなパレードの雰囲気が一転、大統領暗殺事件の現場へと変貌してしまったんです。銃声の主は果たして
こんな突然起きてさ、周囲の人とかさ、うん絶対正気じゃいられないわ、こんな。怖いよね、うんだって周りにまだいたら自分たちもね狙狙われる可能性あるからね、まあねそんなこんなあってね警察もね捜索に踏み切るんですけど、果たしてね犯人はね見つかっていくんでしょうか。暗殺者の正体。発砲からすぐダラス市警察と FBI が捜査を始めます。その対象はパレードを見ていた人たち。それは現場付近のビルから見ていた人たちも同じなんです。警察は周辺のビルを封鎖し、中にいる人々に尋問を始めました。でもこれ結構さ、目撃者いるからすぐ見つかるんじゃないのこれ。いやそうなんです、犯人探しはねスムーズに進んでいったんです。まず疑いがかかったのは暗殺の瞬間右手にあった教科書倉庫ビル。パレードをバイクで伴走していた警察がこのビルに入り尋問を始めます。警察はビルの支配人や従業員、食堂で休んでいるスタッフなどビル内にいる人の身元を確認しつつ上の階へと登っていきます。そして捜査を続けながら6階へ到着。ここには倉庫があったんです。そこで衝撃的なものを発見します。それはライフル銃1丁と薬莢3個。早っ、もう凶器見つかったじゃんこれ。しかもね見つかったのねこれだけじゃないんですよ。さらに倉庫の窓際には積まれた段ボール、そしてその上にはライフルを安定させていた痕跡があったんです。これはこの場所から銃弾を放った決定的な証拠。すぐにビル内の人々が集められました。ビル内の人々の身元を確認しながら進んできたので誰が誰かはすぐに分かったんです。しかし一人だけ姿が消えていたんです。それは先ほど食堂で休憩していたリー・ハーベイ・オズワルドという男。暗殺者の痕跡が残るこのビルから唯一逃げたオズワルド。疑惑は当然この男に向けられていくんです。現場から一人だけいなくなるともう明らかに怪しいじゃないこれ。まあねそうなんですよ。もちろんね、うんこの怪しい男のね捜索はねすぐに始まっていくんです。事件からおよそ50分、オズワルドをはじめ犯人の捜索が行われている中、先ほどビルにいたのとは別のダラス警察が一人の巡査の射殺体を発見するんです。この混乱の中で殺害された警察、ほぼ犯人の犯行と考えて間違いありません。そこからほどなくして一本の通報が入ります。近くにある映画館テキサス劇場からでした。切符を買わず館内に入った不審な男がいるというんです。警察はすぐに映画館に向かい客の善意を調べ始めます。1人目2人目と調べを進める警察。その時でした。1人の男が警官に向かって殴りかかってきたんです。そう、この男が現場と見られるビルから逃げ出したオズワルドだったんです。いきなり殴りかかるってもう犯人確定じゃないこれ。怖いよね、うんそんな男いたら。まあ暴力をね振るったってこともあってオズワルドはね警察にね逮捕されるんです。このオズワルド逮捕はケネディ暗殺から70分後のこと。その後すぐにオズワルドへの尋問が開始。しかし男はケネディ大統領の殺害を否認します。ただ否認するにしてはあまりに証拠が揃いすぎていたんです。堅くなに罪を否定するオズワルド。しかし狙撃の痕跡があるビルから逃げたこと、そして映画館での暴力、いくつかの証拠があり自白は時間の問題かと思われたんです。しかし暗殺から2日後のこと、この日は警察本部から拘置所へオズワルドの身柄を移送するところでした。大統領殺害の容疑者の移送の様子はアメリカ中に中継されていたんです。警察本部の地下通路を歩くオズワルドと警官。しかし次の瞬間、なんとオズワルドが射殺されたんです。何その急展開、やばくない？しかもねこれねテレビでね全米生中継されてたんです。突如テレビ中継された大統領暗殺者が銃殺された瞬間、決して広い空間ではない場所の銃撃。犯人はすぐに捕まったんです。殺害したのはダラスでナイトクラブを経営しマフィアとのつながりもあるジャック・ルビーという男。ルビーはすぐに逮捕され殺害の動機が明らかになります。それはケネディ大統領夫人であるジャクリーン夫人と子供のため。何、大統領の身内こいつ？いやそれが違うんですよ。大統領の身内でも何でもない男なんです。要は悲しみに暮れる大統領家族のための復讐のようなことなんですが、身内でもないルビーのこの犯行は到底納得できるものではないんです。そしてなぜこのルビーが警察本部の通路に入ることができたのかも不明。しかしこの理由が人々に説明されることはありませんでした。何？これで終わりなんだ。明らかにね犯人っぽい男が捕まってね、そいつが亡くなってしまってねもう何もねわからない状態になってしまったんです。こうして一番の容疑者が殺害され大統領暗殺について語ることのできる人間はいなくなってしまったんです。もちろんオズワルドに確認できずじまいな疑問点もいくつか残っているんです。まず暗殺に使用したと言われる銃、調査の結果この事件では3発撃たれていることが判明しているんです。しかしビルにあった銃は3発撃つのが短時間では不可能な形式のものだと判
明しているんです。さらにオズワルドを殺害したジャック・ルビー、彼はなぜ警察本部の地下にいることができたのか、そしてケネディを亡くした夫人とその子供のためという殺害動機もとても曖昧で納得できるものではないんです。この他にもジョン・ F ・ケネディの暗殺にはあまりにたくさんの疑問点が残っているんです。しかし当然これだけ大きな事件でこれらの疑問が放置されるわけもありません。実は事件から50年以上の時を経て大統領の暗殺は新たな動きを見せていくんです。新たな動きって言っても、その50年も60年も経ってそんな新たな動き出ることなんてあんの？まあ普通の事件だったらないんですけど、今回ね、大統領がね、絡んでいるっていうこともあって、国がね、絡んでるっていうこととも言い切れるじゃないですか。国ってこう、全部の情報をね、出さないんですよ。だから、まあ今更になってね、国が持っている超国家機密のね、レベルの情報がね、出るっていうのが、やっぱこう、有名人が絡む事件ではね、あることでもあるんです。明かされる機密。多くの謎を残したまま迷宮入りとなったケネディ大統領の暗殺事件。しかし2017年、この事件に大きな動きがあったんです。国家機密となっていたこの事件についての資料が新たに公開されたんです。その数なんと2800。なんでこんな急にいっぱい公開されるのよ。まあアメリカに限らないんですけど、機密情報っていうのはね、一定の時が経つとね、やっぱ公開していくっていうのがね、原則としてあって、まあ、今回はね、それがね、2017年だったわけなんです。大量の文書が公開され、それらはすぐにたくさんの人々に検証されます。そして重要と思える事実がいくつか明らかになったんです。まず一つは、ある新聞社にかかってきた一本の電話。なんとケネディ暗殺の25分前、遠く離れたイギリスの新聞社に匿名の電話がかかっていたんです。その内容は、大ニュースがあるからロンドンのアメリカ大使館に電話しろというもの。これつまりさ、この事件を予告した人がいるってことでしょ？まあ、だいぶざっくりしてるんですけどね、この通報ね、そうも読めるんですよね。もしこれがケネディ暗殺についての通報なら、殺害計画を知っていた人物がいたということなんです。つまりそれはオズワルドの単独犯ではない可能性を示唆しているんです。さらにもう一つ、オズワルドの逮捕後 FBI オフィスにも一本の電話が入っていました。その男はこう名乗っています。オズワルドを殺す委員会のメンバー。さらにこんなことが書かれたメモも残していたんです。ジャック・ルビーに電話するのは断ったと。これらはオズワルドの殺害が計画されたもので、犯人ジャック・ルビーも単独犯ではないという可能性を示しています。いや、これが本当ならさ、もっともっと暗殺に関係してる人たちがいるってことでしょ？そうなんです。犯人のね、オズワルドと、そのオズワルドを殺害したルビー以外にもね、そして他にも新たな事実がいくつも判明。これにより以前から噂されていた事件に対する陰謀説に改めて光が当たるんです。その中には衝撃の説も。その代表がケネディは政府により消されたという説。ケネディ大統領は当時真っ只中だったベトナム戦争の軍備を縮小しようとしていたんです。戦争は無差別に人を殺害する悪の象徴のようなもの。しかしその反面、武器の製造などで大きな利益も発生するんです。つまり軍が生む利益を損なわれることを危惧した政府内の一部の人が CIA と手を組みケネディを消したということ。実際に公開された機密文書でもオズワルドと CIA の名前が一緒に出てきているんです。そしてそこで文章は不自然に途切れていたんです。国家ぐるみ、私たちも危ないじゃないこれ。もうね、こんな動画出してたらね、僕らももう明日にはどうなってるかですよ。死んだら元も子もないわよこれ。いや、俺が守るから大丈夫です。そして他にもこの事件には様々な説があり、今でも検証がなされています。それはマフィアによる暗殺という説や、当時ケネディが進行しようとしていたキューバ人による暗殺の説など、大統領がゆえにその命を狙う人はキリがなかったとも言えるんです。実はなんですが、この事件の機密文書にはトランプ前大統領が公開を差し止めたものもいくつか存在しているんです。めっちゃ怪しいな。そしてこれは2021年10月に公開の是非が検討される予定となっています。もし大統領の判断で公開されなかったほどの情報がオープンになれば、真相が導かれる可能性も十分にあるんです。その時明らかにある真実は私たちが考えていた通りのものなのか、それとも全く別の何かなのか。皆さんありがとうございます。今回の事件ね、かなり有名な事件なんでね、皆さんの中でもね、結構調べてる人ね、いると思うんですけど、まあ僕らがね、知らない説とかね、知ってるよって方がいたらね、そのメントラの皆さんね、ぜひコメント欄で教えてください。